皆様こんにちは、セリナです。今回は6月18日より先行発売中、8月8日全国発売、アイカラーレーション N 新色、07ヴィンテージペタル、08オータムメロ、09グレープメドウ、限定色 EX10 リーフィーシェードをご紹介していきます。こちらのチャンネルではメイクアップアーティストとメイク講師、そしてラピス認定16タイプパーソナルカラーコスメアドバイザーとアナリストの資格を持つ私がパーソナルカラーを交えた新作デパコスのレビューや似合うアイテムの幅をさらに広げるパーソナルカラーを使いこなすメイク提案をしていきます。今回の動画ではルナソルのアイシャドウ新色3色と限定色1色のパレット1色ずつのパーソナルカラーレビューと単色塗り、そしてパレット全色を使ったメイクルックをご紹介していきますので、このパレットはどのパーソナルカラータイプにおすすめなのか知りたいという方や、購入を検討しているけれど実物を試せなくて迷っているという方に少しでも参考になれば嬉しいです。もちろんご自身のパーソナルカラーがわからないという方にも参考にしていただけるように、明るめが得意、暗めが得意、くすみが得意、鮮やかが得意など自分の得意な特徴に当てはめてコスメ選びをしやすいように解説していきますので、少しでもコスメ選びのお役に立てたら嬉しいです。他にもパーソナルカラーを交えた新作コスメのレビューはもちろん、ベースアイテムの比較動画などもアップしておりますので、気になった方はぜひチャンネル登録して動画もチェックしていただけたら嬉しいです。それでは早速始めていきます。アイカラーレーション N 新色、07ヴィンテージペタル、08オータムメロ、09グレープメドウ、そして限定色の EX10 リーフィーシェード、深まりゆく色、降り注ぐ光、秋にあふれる彩りや柔らかな陰影を美しく折り重ねて、軽やかな深みと立体感を引き出し、モダンで洗練された印象に仕上げる4色セットアイシャドウ。穏やかな色と光をまとって引き込まれる眼差しへ。07ヴィンテージペタルはピンクモーブにグリーンホワイトのアクセントがモダンなヴィンテージペタル。08オータムメロンはゴールドパールが浮遊するコーラルとオレンジベージュが華やかなオータムメロン。09グレープメドウは温かみのあるパープルやラベンダーを折り重ねて優美な印象のグレープメドウ。限定色 EX10 のリーフィーシェードはグリーンに暖かな日差しのようなゴールドパールが降り注ぐリーフィーシェード。それでは07のヴィンテージペタルからご紹介していきます。07ヴィンテージペタル、パレット1色ずつをパーソナルカラーに分けると、左上はブルベ夏、ブルベ冬におすすめ。ホワイトのベースにグリーン、ブルー、シルバーの微細なラメがきらめきます。青みが得意な方、ブルーベース全般の仕込みカラーやハイライトカラーとして使いやすいです。右上はブルベ夏におすすめ。くすんだピンクパープルに微細なパールが艶めきます。青み、くすみ、淡さが得意な方に使いやすいです。16タイプのパーソナルカラーに分けると、ミューティッドサマー、ライトサマーにおすすめ。左下はブルベ夏におすすめ。ほんのりくすみニュアンスのパープルに、パープル、ピンク、シルバーなどの微細なラメが輝きます。青み、くすみが得意な方に使いやすいです。16タイプのパーソナルカラーに分けると、ミューティッドサマー、クールサマーにおすすめ。右下はイエベ秋におすすめ。くすんだローズニュアンスのオレンジブラウンに、ゴールドやパープルのラメがきらめきます。黄身、くすみが得意な方、イエベ秋全般に使いやすいです。では、パレット1色ずつをまぶたの上に単色塗りしてみて、実際の発色や質感をご紹介していきます。まずは左上のカラーです。軽やかで肌にスッと溶け込むように馴染む質感ですが、ハイカラーなのにこんな感じで、発色はしっかり楽しめます。1色目単色塗りだとこんな感じです。
手元で見るよりもグリーンやブルーのカラーラメは控えめに感じますが、角度によってグリーンの自然な透明感を楽しめるホワイトシェードに発色します。自然に透明感を出したい時のベースやアクセントカラーとしてはもちろん、淡いニュアンスのカラーが得意な方は単色塗りでも可愛いですね。続いて右上のカラーです。こちらは明るさとくすみ感を自然に両立してくれていますね。アイカラーレーションいいのはこの絶妙なくすみ感が綺麗ですよね。はい、2色目は単色塗りだとこんな感じです。パレット見たままの淡いくすみニュアンスカラーがそのまままぶたの上で発色してくれるので、くすみニュアンスで今っぽさはありますが沈みすぎない、すごく絶妙な色に仕上がりました。パールも微細で主張しすぎないところが上品です。1色目と2色目、それぞれ引いてみるとこんな感じです。続いて左下のカラーです。こちらも先ほどご紹介した右上のカラーと同様、くすみ感のあるパープルですが、この左下のカラーの方が発色がしっかりしているのと、画面もしっかり見えますね。3色目、単色塗りだとこんな感じです。落ち着いたくすみニュアンスのパープルですが、はっきり発色するので、しっかりカラーを楽しみたい時にもとてもおすすめです。中に入っている微細な多色ラメが透明感を引き出してくれて可愛いです。最後、右下のカラーです。こちらもくすみが効いてますね。こちらのパレットは全体的にくすみニュアンスがポイントになっている感じがします。4色目、単色塗りだとこんな感じです。こちらのパレットの中で唯一の黄み系カラーですが、ほんのりローズのニュアンスも感じられるので、青み系パープルの透明感を残したまま引き締めてくれそうです。上の2色は淡いニュアンスですが、下の2色は発色がしっかりしているので、組み合わせ方次第でいろいろなメイクが楽しめそうですね。3色目と4色目、それぞれ着てみるとこんな感じです。それでは07のヴィンテージペタル、全色を使ったメイクをご紹介していきます。まず左下のカラーを指に取って、上まぶたのアイホール全体にのせていきます。まずは発色がしっかりしているこちらのくすみパープルをベースに塗っていきます。しっかりカラーは楽しめますが、肌なじみのいい粉質なので指でもこんな感じで全体に塗りやすいです。続いて右下のカラーを指に取って、上まぶたの目尻3分の1にのせていきます。くすみカラー2色で仕上げるとこんな感じで、大人っぽいニュアンスのローズメイクに仕上がります。続いて右上のカラーを付属のチップの太い面に取って、下まぶた全体にのせていきます。最後に左上のカラーを指に取って、上まぶたの黒目の中心にのせていきます。かなり自然なハイライトカラーですが、ベースに深みのあるカラーを塗っておくとこんな感じで、柔らかく光を取り入れてくれて綺麗です。07ヴィンテージペタル、全色を使ったメイクが完成しました。全体的にくすみ系のニュアンスでまとまっているパレットですが、発色がしっかりしていたり、明るさがあったりなど、暗く沈みすぎない自然なくすみカラーを楽しめます。主張しすぎないグリーンのハイライト効果で、使いやすいけれどおしゃれなニュアンスの目元を楽しめますね。引きで見るとこんな感じです。続いては08のオータムメローです。08オータムメロー。パレット1色ずつをパーソナルカラーに分けると、左上はブルベ冬におすすめ。透けるようなホワイトのベースに、ブルー、ピンク、シルバーの大粒ラメがきらめきます。青み、大粒ラメの華やかさが得意な方に使いやすいです。ブルベ冬全般におすすめのカラーです。右上はイエベ春におすすめ。明るいコーラルオレンジにゴールドとピンクの大粒ラメがきらめきます。黄身、明るさが得意な方に使いやすいです。16タイプのパーソナルカラーに分けると、ブライトスプリングに特におすすめ。左下はイエベ春におすすめ。鮮やかなコーラルオレンジにゴールドとピンクの微細ラメが面で輝きます。黄身、明るさ、鮮やかな色が得意な方に使いやすいです。
16タイプのパーソナルカラーにおけると、ブライトスプリング、ウォームスプリングにおすすめ。右下はブルベ冬におすすめ。青みの強い鮮やかなパープルに、ブルー、パープルのラメがきらめきます。青み、深み、鮮やかな色が得意な方に使いやすいです。ブルベ冬全般におすすめのカラーです。まずはパレット1色ずつをまぶたの上に単色塗りしてみて、実際のカラーや質感をご紹介していきます。まずは左上のカラーです。こちらのカラーはまぶたの上にのせてもこんな感じで、大粒のラメが際立って可愛いですね。1色目単色塗りだとこんな感じです。まぶたの上にのせるとよりブルーの大粒ラメがしっかりと見えるので、透明感あふれる儚げな目元に仕上がります。ベースにほんのりホワイトのカラーがついているので、柔らかいニュアンスに仕上げたいときはこのカラー単色塗りでも可愛いですね。続いて右上のカラーです。こちらにもラメが入っています。ベースのコーラルは手元で見るよりもかなり淡く発色します。2色目単色塗りだとこんな感じです。指で何とかしっかり重ねてもこのくらい淡く発色してくれるので、柔らかく可愛らしい印象のコーラルカラーを楽しみたいときにおすすめです。上の2色は透明感抜群で儚げな印象に仕上がりますね。1色目と2色目、それぞれ引きで見るとこんな感じです。続いて左下のカラーです。こちらは先ほどご紹介した右上のオレンジよりもかなり発色がしっかりしていて鮮やかですね。ラメはとても微細です。3色目単色塗りだとこんな感じです。ふんわり柔らかなオレンジカラーですが、よく見ると微細なラメが輝くので、自然に立体感も出してくれます。柔らかい黄身カラーを楽しみたいときにものすごく可愛いですね。最後、右下のカラーです。こちらはかなり発色がしっかりしていて深みも出ますね。ただ軽やかなのでなじませていくとこんな感じで綺麗にグラデーションを作ることができます。4色目単色塗りだとこんな感じです。かなり鮮やかで深みのあるダークパープルに発色します。指でなんとか塗り重ねていくと中に入っている微細なブルーとパープルのラメがポイントで効いてくれます。3色目と4色目、それぞれ引いてみるとこんな感じです。それでは08のオータムメロウ、前色を使ったメイクをご紹介していきます。まず左下のカラーを指に取って、上まぶたのアイホール全体にのせていきます。まずは柔らかいオレンジを全体に塗っていきます。続いて右下のカラーを指に取って、上まぶたの目尻3分の1に締め色としてのせていきます。かなりしっかり発色するパープルなので、カラーアイシャドウですが締め色にもなってくれますね。続いて右上のカラーを付属のチップの太い目に取って、下まぶた全体にのせていきます。最後に左上のカラーを指に取って、上まぶたの黒目の中心にのせていきます。かなりラメが大粒なのでしっかり輝きをプラスしてくれますね。08オータムメロウ、前色を使ったメイクが完成しました。ふんわり柔らかいオレンジ系カラーにしっかり深みのあるパープルや大粒のブルーラメなどの寒色系ニュアンスを組み合わせているところがルナソルらしい色出しですよね。柔らかさの中にしっかりメリハリもあって大人っぽいニュアンスのカラーメイクが楽しめます。オレンジとパープルはとても人気な組み合わせなので、定番色で登場してくれるところがすごくいいなと思いました。引きで見るとこんな感じです。続いては09のグレープメドウです。09グレープメドウ、パレット1色ずつをパーソナルカラーに分けると、左上はブルベナツ、イエベ春におすすめ。青みの強い明るいピンクのベースにたっぷりのゴールドのラメが面で光ります。黄身、青み、どちらの要素もあるので、イエローベース、ブルーベース問わず、明るいカラーが得意な方に使いやすいです。16タイプのパーソナルカラーにおけると、単色塗りならライトサマー、ライトスプリング、ベースやラメアクセントとしては全タイプに使いやすいです。右上はブルベ夏におすすめ。
くすんだ明るい青みパープルにシルバーやブルーのラメがきらめきます。青み、明るさ、くすみが得意な方、ブルベ夏全般に使いやすいカラーです。左下はブルベ冬におすすめ。鮮やかなピンクパープルにシルバーのラメがきらめきます。青み、鮮やかさが得意な方に使いやすいです。16タイプのパーソナルカラーにおけると、ビビッドウィンター、クールウィンターにおすすめ。右下はブルベ夏におすすめ。くすんだパープルにゴールドとパープルのラメがきらめきます。青み、くすみが得意な方、ブルベ夏の締め色としても使いやすいです。それではパレット1色ずつをまぶたの上に単色塗りして実際のカラーや質感をご紹介していきます。まずは左目のカラーです。こちらは微細なラメがたっぷり入っていて、面で光るような質感がとても可愛いです。1色目、単色塗りだとこんな感じです。まぶたの上にのせると、ベースの青み系のピンクもゴールドのラメもとても淡く発色するので、青みと黄身がより綺麗に混ざり合って、イエローベース、ブルーベース問わずに使いやすいツヤラメカラーに発色するなと感じます。ラメがたっぷりで立体的なので、単色塗りでも可愛いですね。続いて右上のカラーです。こちらは明るいくすみカラーですね。透明感があり、幻想的な雰囲気に仕上がります。2色目、単色塗りだとこんな感じです。くすみ感のある明るく淡いパープルですが、淡いながらもしっかりまぶたの上に発色してくれます。中に入っているカラーのラメもまぶたの上にのせると結構しっかり分かって、柔らかいのにそれぞれの良さが引き立っているところがすごくいいですね。1色目と2色目、それぞれ着てみるとこんな感じです。続いて左下のカラーです。こちらも青みの強い寒色系のパープルカラーですが、こんな感じでかなり発色がしっかりしていて鮮やかに仕上がります。3色目、単色塗りだとこんな感じです。かなり鮮やかな寒色系のパープルカラーをしっかり楽しめます。この質はふんわりしていて柔らかいので、しっかりしたカラーですが肌から拭かないところがすごくいいなと思います。最後、右下のカラーです。こちらはくすみ系のダークパープルですね。こちらもしっかり発色を楽しめます。このパレットのパープルのイメージを壊さないまま目元を引き締めてくれそうですね。4色目、単色塗りだとこんな感じです。反対に塗っている3色目の鮮やかなパープルと比較をすると、このカラーの落ち着き感がわかりやすいと思います。ゴールドのラメがアクセントで散りばめられています。3色目と4色目、それぞれ着てみるとこんな感じです。では、09のグレープメイド全色を使ったメイクをご紹介していきます。まず、左下のカラーを指に取って、上まぶたのアイホール全体にのせていきます。パープルのワントーンパレットですが、今回は一番鮮やかなこちらのパープルをベースに塗っていきます。続いて、右下のカラーを指に取って、上まぶたの目尻3分の1に締め色としてのせていきます。同系色のグラデーションで目元を引き締めていきます。続いて、左上のカラーを付属のチップの太い面に取って、下まぶた全体にのせていきます。最後に右上のカラーを指に取って、上まぶたの黒目の中心にのせていきます。09のグレープメイド全色を使ったメイクが完成しました。09は青みの強いパープルのワントーンパレットなので、全色を使ってメイクしても喧嘩することなく綺麗なグラデーションに仕上がります。鮮やかなカラーからくすみカラーまで様々なニュアンスのパープルがセットされているので、ワントーンですが立体感も楽しめる仕上がりです。着てみるとこんな感じです。最後は限定色の EX10 リーフィーシェードです。EX10 リーフィーシェード。パレット1色ずつをパーソナルカラーに分けると、左上は全タイプにおすすめ。肌の色に近いホワイトカラーのベースに微細な多色ラメがきらめきます。パーソナルカラー問わず、ベースの仕込みやハイライトとして使いやすいです。
右上はイエベ春におすすめ。ほんのりオレンジのベースにグリーン、イエローの大粒ラメがたっぷりきらめきます。黄身、明るさ、鮮やかさ、ラメが得意な方、イエベ春全般に使いやすいです。左下はイエベ春におすすめ。くすんだ明るいグリーンにブルー、ゴールド、ピンクのラメがきらめきます。黄身、淡さ、明るいカラーが得意な方に使いやすいです。16タイプのパーソナルカラーにおけると、ライトスプリング、ブライトスプリングにおすすめ。右下はイエベ春、イエベ秋におすすめ。明るいオレンジベージュに微細な多色ラメがきらめきます。黄身が得意な方、イエローベース全般に使いやすいです。まずはパレット1色ずつをまぶたの上に単色塗りしてみて、実際のカラーや質感をご紹介していきます。まずは左上のカラーです。やはりこちらのカラーはまぶたの上にのせてもかなり肌なじみがいいですね。1色目単色塗りだとこんな感じです。ベースのカラーはほぼ肌の色と馴染んで、中に入っているラメの光だけが感じられます。まぶたを整えるベースとして使いやすいです。続いて右上のカラーです。こちらはこんな感じで、まぶたの上でもパレット見たままのようなカラーが発色してくれますが、意外と落ち着いた仕上がりで派手になりすぎないところがいいですね。2色目暖色塗りだとこんな感じです。パレットで見た時の鮮やかな印象はそのままですが、まぶたの上にのせてもそこまで派手すぎなくて、大人っぽいイエロー系アイシャドウといった感覚で使えます。しっかりカラーは楽しめるのに浮かないところがさすがルナソルだなと感じます。1色目と2色目、それぞれ着てみるとこんな感じです。続いて右下のカラーです。こちらもしっかり発色はしますが、透明感あふれる仕上がりですね。3色目、暖色塗りだとこんな感じです。こちらも明るいグリーンがしっかり発色してくれますが、ほんのりくすみ感があるのと、柔らかい粉質で自然に肌に馴染んでくれるので、カラーを楽しめつつも浮きにくいです。中に入っている微細な多色ラメは肌なじみが良くて、まぶたの上だとゴールドのラメが一番際立つ感じがします。最後、左下のカラーです。こちらはパレットで見るよりも明るさがあって、柔らかいオレンジベージュに発色しますね。4色目、単色塗りだとこんな感じです。明るく柔らかいオレンジベージュに発色します。3色目のグリーンとは反対色ですが、ふんわり柔らかいニュアンスは似ているので、統一感が出てくれそうです。3色目と4色目、それぞれ引きで見るとこんな感じです。では EX10 リーフィーシェード全色を使ったメイクをご紹介していきます。まず左下のカラーを指に取って、上まぶたのアイホール全体にのせていきます。グリーンやオレンジ、イエローなど様々なカラーが集まっているパレットですが、今回はこの柔らかいくすみグリーンをベースに使ってみます。続いて右下のカラーを指に取って、上まぶたの目尻3分の1にのせていきます。グリーンとオレンジなので一見難しそうなカラーに感じますが、両方とも柔らかいニュアンスなのでこんな感じで絶妙に馴染んでくれます。続いて左上のカラーを付属のチップの太い目に取って、下まぶた全体にのせていきます。最後に右上のカラーを指に取って、上まぶたの黒目の中心にのせていきます。軽くトントンとのせていくと、そこまでイエローが主張しすぎなくて使いやすいです。はい、限定色の EX10 リーフィーシェード全色を使ったメイクが完成しました。グリーンやイエローがセットされているので少し難しそうなイメージもありますが、同時に発売されている他の3色よりも全体的に柔らかい発色なので、全色を組み合わせてもこんな感じで喧嘩することなく透明感のあるグリーン系メイクを楽しむことができます。ピンクやパープル系以外で透明感メイクに挑戦してみたいという時にとてもおすすめです。引きで見るとこんな感じです。
はい、ではこんな感じで、6月18日より先行発売中、8月8日全国発売、ルナソルのアイカラーレーション N 新色3色と限定色1色をご紹介していきました。今回のコレクションはどれもカラーニュアンスをしっかり楽しめながらも使いやすいところがさすがルナソルだなと感じました。気になった方はぜひチェックしてみてください。メイクについてのご質問やこんな動画が見たいなどございましたら、お気軽にコメントやチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは最後までありがとうございました。